おい、まだ戻らないのか？いつまで待たせるの？真っ暗闇のホールでヤジが響き渡る。楽器店でアルバイトとして働いている俺。今日は楽器店主催の一大イベントでピアノのコンサートが行われていた。だが不運にも停電に巻き込まれ会場は真っ暗闇。20分経っても開演できずに客から苛立ちと怒りの声が飛ぶ。加減にしろ、もう帰るぞ。待ちくたびれた観客の何人かが席を立った瞬間、俺が行きます。アルバイトの俺がピアノに向かう。暗闇の中、ピアノに触れる。鍵盤が見にくい。楽譜もない。しかし、そんなことはどうだってよかった。俺は一音一音確かめるように鍵盤を叩く。そして、この出来事が俺の人生を大きく変えることとなる。俺の名前は成尾真二、29歳。職業はピアノの調律師と言っても楽器店のアルバイトだけれど、この年であえて正社員ではなくアルバイトを選んでいることに怪訝な顔をする人もいる。それでも店長は無理に役職を変えさせようとせず好きにさせてくれている懐の深い人だ。そんな店長がある日会社の人間を紹介してくれた。この楽器店は近々店舗の面積を大きくすることになっており、その指揮とその後の運営に協力するべく他店舗からやってきた人だそうだ。響奏です。皆さんの上司にはなりますが、この店舗のことは皆さんの方が先輩。いろいろ教えてね。フレンドリーに、それでいて堂々と朝礼で挨拶をした女性は驚くほどの美人だった。肌の色は健康的に白く、黒く短い髪には艶が見える。目鼻立ちがくっきりとしており、楽器店の店先よりも雑誌やテレビの中にいた方が自然に見えそうな人だった。他の店員やアルバイトも圧倒されていたが、後で話題に上っても、美人だな以外の感想が浮かばないほど言葉を失っていた。成尾くん、ちょっといいかい？仕事が始まり、早速ピアノたちの様子を確認して回っていると店長に声をかけられる。隣には響さんが立っていた。一人ずつの紹介をしているらしい。彼はアルバイトの成尾真二くん。ピアノの調律師だ。腕は申し分ないが、少々合いそうがな。困ったように肩をすくめる店長に思わず反論する。お客様には丁寧に接してますよ。わかってるわかってる。そうじゃなくて、そうだ、愛嬌が欲しいんだよ。それに彼はなかなか心を開かなくてね。警戒心の強い動物のような紹介をされ、ますますムッとする。店長には心開いてるつもりなんですけど、もっと他人に自分のことをさらけ出さなきゃ。俺だけじゃなくてさ。ああ、そういうわけで響さん、ピアノのことで何かあったら彼を頼るといいよ。立場がアルバイトなだけで立派な技術者だ。あまりハードルを上げないでほしい。期待に添えなかった時に失望されて傷つくのはこっちなのに。とは言えず、曖昧に相槌を打ってその場は切り抜けた。成尾くん、あさってのシフトのことで少し相談してもいい？翌日、響さんが朝礼後すぐに俺のところへやってきた。はい、どうかしましたか？あさっての勤務場所なんだけど。他店舗へのヘルプとかですか？うん、私と一緒にコンサートに来てほしいの。そう言いながら渡されたのは、隣の市のホールで行われるコンサートのチラシ。主催者はピアノに触れたことのあるものなら誰でも知っている奏者だ。俺も何度か聞きに行ったことがある。仕事ですか？コンサートのリハーサル前に調律をね。うちの会社は彼と契約しているから。なるほど。でもどうして俺が？響さんも調律師ですよね。ええ。でも、ミキさんがあなたを絶賛してたから、せっかくならプロの現場に行って経験を積んでもらうのもいいかなって。ミキさんとは店長の名前だ。経験って、別に俺はこれからステップアップする予定なんてないのだが、意味はあるのだろうか。
しかし、アルバイトといえども会社のメンバーに違いはない。ある程度の経験を持たせることが方針であるなら従うほかないか。どちらにせよ断るための理由もない。コンサートホールに行くなんて気が進まないが仕事なら仕方ない。俺は嫌がっていることを悟られないよううなずいた。そして迎えた当日、関係者のみが準備に右往左往しているホールを横切り、響さんに続いてステージに上がる。沖野さん、ご無沙汰しております。桜楽器の響です。やあ、響さん、今日はよろしく。コンサートの主催者、ピアニスト、沖野忠彦と響さんが挨拶を交わす。面識があるようだ。早速作業に移る響さんの横で、沖野さんは困り果てていた。聞いてくれよ、響さん。こいつ最近機嫌が悪くてね。緊張でもしているのか、演奏する場所が変わっただけでこれさ。グランドピアノを撫でながらそういった彼の言葉の通り、ピアノの音色はなかなかに癖があった。鍵盤自体の調子は悪くない。それなのに音の一つ一つが野に舞う蝶々のようにあちらこちらと向きを変えている。普通の扱いをしているピアノで、ましてや沖野さんのピアノがなぜこんなことになっているのか。響さんは顔をしかめながらも作業に没頭していた。いかがでしょうか。汗を拭きながら響さんがピアノから離れる。沖野さんは両手を鍵盤の上に重ね、指を滑らせた。彼のお気に入りの曲がホールに響くかと思いきや、3小節ほどで手が止まる。うなる沖野さん。響さんは肩を落とした。響さんの調律は申し分ない。音の統率は取れた。だが、まだ音の芯がバラバラみたいだ。すみません。もう少しお時間を。いや、響さんはうまくやってくれたよ。あとはリハで僕が調節を。響さん。俺はたまらず響さんに耳打ちした。もう少し明るい音で合わせてあげれば、もしかしたら。明るい音？そうすれば、音の方向も。ちょっと待って。響さんは俺の腕を引いて沖野さんに近づく。すみません。あと本当に少しだけお時間をください。これでダメなら今回の調律代はいただきませんので。え？まあ、そこまで言うなら。ありがとうございます。響さんは頭を下げ、俺をピアノの前に立たせた。沖野さんには補助をつけてだのなんだのと言い訳をし、小声で俺に告げる。ちょっとやってみて。俺がですか？責任なら私が取るから。調律用の器具を手渡され、仕方なくピアノに触れた。実際に鍵盤に触れると、やはり違和感。押した時の感覚よりも高く大きな音が鳴る。沖野さんが緊張していると言っていたのもあながち間違いではなさそうだ。俺は指先と耳だけに集中し、ピアノと向き合った。どのくらい時間が経ったかはわからないが、満足のいく仕上がりになった。最後に、大丈夫、君の音色は世界一だ、と小さく声をかけてやる。終わりました。振り返ると、響さんと沖野さんはポカンと俺を見ている。響さんに至っては完全にピアノから離れていた。一応響さんが主体で調律をする名目だったはずだが、いいのだろうか。ちょっと失礼。沖野さんがピアノの前に座る。あなた、すごい気迫ね。話しかけられなかったわ。響さんが俺のそばでそう言った途端、ピアノからは美しい旋律が歌うように響いた。よかった。ピアノの機嫌は治ったらしい。ピアノを弾く沖野さんも、隣で佇む響さんも目を見開いて音楽に聴き入っている。俺も沖野さんの演奏にしばしの間浸っていた。一曲丸々弾き終えた沖野さんは立ち上がり、俺の手を握って大きく上下に振った。君、素晴らしいよ。よく直してくれた。満足していただけたなら何よりです。楽しそうに2曲目を演奏し、そのままリハーサルに入った沖野さん。俺たちは安堵のため息をつき、ステージを降りた。
客入り前のロビーでベンチに座った俺は、設置されたモニターに映るリハーサルの様子を眺めていた。この後店に帰る予定だったが、沖野さんにぜひ聞いていってほしいと言われ、急遽席を用意してもらったのだ。自動販売機でコーヒーを買った響さんは俺に1本渡してくれる。ありがとうございます。それはこっちのセリフよ。俺の隣に座り、コーヒーに口をつける。缶コーヒーでも美人が持てば広告のようだなぁとぼんやり見る。響さんは俺の視線を気にせず、逆に見つめ返してきた。あなた、何者？何者って、桜楽器のアルバイトです。そうじゃなくて、もう、言いたいことわかるでしょ？響さんはモニターのピアノを指さす。成尾くんの調律の腕、尋常じゃなかったわ。一楽器店のアルバイトだなんて信じられない。偶然あのピアノとの相性が良かっただけですよ。そんなわけ。あれ、成尾？背後から俺を呼ぶ声がした。思わず振り返った俺はこの場に来たことを激しく後悔する。え、マジで成尾？横山。学生時代の同級生が段ボールの積まれた台車に手をかけ立っていた。久しぶりだな。こんなところにいるってことはまだピアノ続けてるのかよ。いや、別の仕事で。別の仕事？横山は俺たちのそばに置かれた調律器具の入ったカバンで察したのか、大きくうなずきいやらしく笑う。そうやそうだよな。あんな恥さらしの負け犬がまだピアノを弾いてるなんてありえないか。横山は何してるんだ？俺をひどく見下す発言を無視して話をそらす。横山は段ボールを指で叩いた。開演準備だよ。俺、沖野さんと同じ事務所だからさ。今日は受付でパンフレットの配布係。ほら、顔売れてきたからさ、ファンとも交流しないといけないしな。人気者は忙しいんだよ。そうか。じゃ、俺はこの辺で。沖野さんの演奏を聞いていくのか？まあ。じゃあ、せいぜい自分のレベルを思い知らないようにしろよ。プレッシャーに弱いんだからな、お前は。アドバイスに見せかけた嫌味を残し、去っていく横山。隣で響さんは何と声をかけていいのか迷っているみたいだ。同級生です、音大時代の。音大だったんだ。入れる人間ならたくさんいますよ。さっき聞きましたよね。俺が何者かって。本当に何者でもないんです。でも、音大ではピアノを専攻していました。だから耳はいいんです。それだけです。そう。それ以上話す気はなくて黙り込んだ。響さんも踏み込んだ質問をしようとせず、スピーカー越しのピアノの音だけが聞こえる。ミキさんが、成尾くんは人に心を開かないって言ってたけれど、ぽつりと響さんがつぶやく。ピアノには心を開くのね。俺がピアノに心を開く？そんな風に見えたのだろうか。俺はもうピアノを弾かないのに。でも、俺がまだピアノに携わる仕事をしているのは、いや、考えたくもない。しかし、彼女の今言った言葉が耳にまとわりつく。リハーサルが終わるまで、俺は心ここにあらずだった。無事に店舗の拡大が済んだうちの楽器店は、新装記念と称してイベントを行うことになった。契約しているピアニストを呼び、店舗に近いホールでコンサートを開くのだ。そして実際に演奏に使われたピアノが販売される。すべて響さんの企画だ。大きな商売に出たと思ったが、事前の告知効果は凄まじく、ピアノ目的なのか演者目的かはわからないが、座席は当日までに完売しきっていた。俺も準備スタッフとしてホール内を忙しく動き回っている。演奏に使うピアノの調律も当然のように任された。よし、こんなもんかな。コンディションの整ったピアノを最後にクロスで吹く。お前を欲しいと思ってくれる人が一人でもいると嬉しいな。
ピアノに話しかけている姿なんて誰かに見られたらどんな目で見られるか。でも以前響さんに言われたピアノには心を開くという言葉が未だ俺の中に残っていた。確かにピアノに向き合っている時間は心地いい。もう弾くことがなくなっても誰かにピアノの良さを知ってもらいたい気持ちに変わりはない。だから彼女の言葉は間違いではないのだろう。リハーサルが終わり、客が全員ホールに入る。不運にも外は大雨だが構わずほぼ満席だ。俺は途中でピアノに万が一の不調が見られた時のためステージの裏に控えている。特等席でピアニストたちの演奏が聴けるのはラッキーだ。もう間もなく開演のブザーが鳴るだろう。腕時計に目を落としたその時、視界が暗闇に包まれた。え？顔を上げても左右を見回しても闇。それは俺だけではなく客席からもどよめきが聞こえ始める。舞台袖を懐中電灯やスマートフォンの明かりで照らしながらホールのスタッフが駆け回っている。ご着席中の皆様に申し上げます。近くに雷が落ちた影響で館内が停電しております。復旧まで今しばらくお待ちください。肉声で客席に向かって叫ぶスタッフ。停電か、大変だな。でも予備電源も備わっているだろうし、5分もしないうちに戻るだろう。非常灯だけが緑色に光るホールで、みんなは少しの焦りを伴いながら復旧を待つ。しかし、いつまで経っても明かりは戻らない。すでに停電から20分が経過している。バックヤードではみんな苛立っていた。復旧はまだ？予備電源が原因不明でつかないらしい。もう一度アナウンスを。周りでスタッフの人たちが状況を報告し合っている。ああ、まだ戻らないのか？いつまで待たせるの？もういいよ、帰るぜ。さすがにお客さんも苛立ち始めたのか、時折ステージや館内のスタッフに向かって怒りの声が飛ぶ。何人かは客席を立ち上がり、ロビーへと出て行ってしまっている。相変わらず電気が戻る兆しはない。まずいわね。始めた方がいいかしら。でも、さすがにこの状況で演奏させるのは。響さんとミキさんの話がすぐ近くから聞こえる。今日呼んでいるピアニストたちのレベルなら停電でも、それこそ目をつむっていても演奏は可能だ。だが懸念点ではそこではない。イベントのために呼んだピアニストたちを客を落ち着けるために使うことが問題なのだろう。普段ひいきにしてくれている彼らに失礼を働きたくはない。だけどこのままではコンサート自体がダメになる。なるおくん。ミキさんが絞り出すような声で俺を呼ぶ。それだけで何が言いたいか分かってしまった俺は身を固くした。彼は俺に演奏しろと言いたいのだ。無理ですよ。俺もう何年も。弾いてなくても聞いてはいるだろう。それは。ミキさんは俺がピアノを弾かなくなった理由を知っている。今まで一度だって俺に復帰を促さなかったのに、こんな状況でどうして。ピアノを愛している君が弾けないはずがない。いつかまたステージに立ってくれると思って今日まで何も言わなかったんだ。だったらよりにもよってこの状況で。チャンスだと思ったんだよ。チャンス？今のステージは真っ暗だ。誰も君だとわからないし、君だとも思うまい。停電のせいで誰も完璧な演奏を求めるどころではない。子供が弾いたって満足してくれるさ。それは。ミキさんは俺が勇気を出せるようにハードルを低く低く調節している。なるおくん。響さんが俺の肩を叩いた。実はね、私ミキさんに無理言って君の演奏を聞いたことあるんだ。一回だけ。君が高校生の頃のコンクールで弾いた曲をね。あれを。私あの曲が好きなの。よかったら聞かせてくれない？気楽な声色に自然と俺の背中は押し出された。客席から飛ぶヤジを俺をエスコートする響さんの声が遮断してくれる。
最初の盛り上がりはアレンジ聞かせていたでしょ。あれ、すごく良かった。子供のアレンジですよ。そう？私は聞き取れたわよ。椅子に座り、響さんが鍵盤の蓋を開ける。俺の演奏を隣で聞く気らしい。そうか、俺は今、響さんのために弾くんだ。たくさんの客なんてこの空間にはいない。そう思うと自然と指が滑り出した。途端に会場からピアノ以外の音が消える。観客なんていない。いるのは俺と響さんだけ。何度も弾いたありふれたクラシック。長年弾いていなくても指が、腕が、足が覚えている。このフレーズは好きな場所だ。響さんの要望に応えたアレンジを。ここは少し苦手な譜面だけれど、でもすごく美しいパートだ。次から次へと曲の構成が頭を駆け巡る。当時の楽しかった記憶が蘇る。ブランクは残るものの、ピアノが保管してくれる。ありがとう。やっぱり君は素敵なピアノだ。あと少し付き合ってくれ。ピアノに身を委ね、音の海を漂う。なんて心地いいんだ。もっと使っていたい。最後のフレーズを惜しみながら引き上げる。そして鍵盤から手を離した瞬間、真っ白な光が俺を襲う。たまらず目をつぶり、しばらくして薄目を開く。その瞬間、地響きのような拍手が空間を支配した。何事かと顔を上げると、客席方向にたくさんの人がいて、立ち上がり、拍手をしたり、口笛を吹いている。この拍手は何だ？俺は今何してたんだっけ？確か停電があって、俺はピアノを弾いて、それで今電気が復旧した？やばい！俺は慌てて立ち上がり、舞台の袖へと一直線に走った。しかし、ふと足が止まる。なるおくん？心配そうなミキさんと後ろから追いかけてくる響さん。俺は二人に背を向け、客席を向く。そして一礼して、今度こそ舞台袖にはけた。今日は本当にありがとう。俺が演奏し終えた後、無事にコンサートは開始されたらしい。俺は片付けが終わり、響さんとミキさんに引きずり出されるまで放心状態だった。落ち着きを取り戻した控え室でお茶を飲んで乾ききった喉を潤す。コンサート後、すごかったのよ。暗闇で演奏していたピアニストは誰？って問い合わせがたくさん。でも、なるおくんのことは伏せておいたからね。それとも、教えた方が良かったかな。とんでもないです。注目されたくない。ええ、そういうふうに思っているのは分かっているつもり。それでも、今日の演奏は本当に素晴らしかったわ。響さんのおかげですよ。響さんがそばで聞いてくれたから演奏できたんです。私は何も。むしろ嫌がるなるおくんを無理に引っ張り出したのよ。そうだとしても、響さんが観客を忘れさせてくれたから弾けたんです。話、聞いてくれますか？俺は今の自分になった経緯を話した。幼稚園の頃から習っていたピアノを俺は飽きることなく高校生になっても続けていた。音大に入った頃にはすでに学生ピアニストとして業界に名前が通るようになっていた。調律技能士の資格を取ったのもこの頃だ。自分が弾くピアノを自分で調律できるようになりたかったのだ。音大に入りたての頃は向かうところ敵なしと言わんばかりに出場したコンクールでは1位を取り続けていた。天才ピアニストなんて言ってもらえることもあった。高い評価をされることは嬉しかったが、俺のピアノを聴いたお客さんの反応を見ることが何よりも楽しみだった。しかし、音大の卒業を間近に控えた頃、俺の前に高い壁が立ちはだかった。それこそが横山だった。同じ大学の同級生で互いに面識はあった。そんな彼の演奏を偶然コンクールで聴いたとき、俺は鳥肌が立った。荒々しく大胆で、それでいて繊細なリズムとのギャップが癖になる。彼はそれまで無名だったが、大器晩成型としてその頭角を表し始めたのだ。彼も同じく調律技能士の資格を有しており、コンクールでの入賞率も肩を並べるほどになり、何かと比較されることが多くなった。
そして俺たちが同じコンクールに出場した時、横山が見事1位を獲得した。一方の俺は2位どころではなく10位。初めて共に出たコンクールで俺は力の差を見せつけられたのだ。俺は動揺し、また彼に大差をつけられたらとピアノを弾く楽しさよりも順位のことばかり気にするようになった。大学ではコンクールの結果は瞬く間に全員の知るところとなる。気にするなという方が無理な話だった。そして楽しむという目的が失われた俺のピアノが受け入れられるはずもなく、人前で演奏することが怖くなってしまったのだ。練習では楽しく弾けていても、人の目があるとひどい演奏になる。ありえないミスも連発し、ある日演奏中にヤジが飛んできた。それ以来完全に人前での演奏がトラウマになり、ピアノを弾くどころか注目をされること自体が苦手になってしまったのだ。ピアノが弾けなくなった俺への評価は当然ながら地に落ちた。これまで友達だと思っていた相手から冷たく対応されることが多くなった。所詮、俺の知名度による絆だったらしい。すべての人間がそうとは限らないが、誰が俺のことをどう思っているかなんてわからない。表面上ではにこやかな相手でも、俺に対する軽蔑の感情を持っているのでは、と不必要に疑心暗鬼に駆られた。その結果、人と親密になることも恐れ、極力信仰を深めないようにしていたのだ。そういうことだったのね。辛い話させちゃってごめんなさい。話を聞き終えた響さんは悲しそうな表情を浮かべた。いえ、こちらこそ俺の身の上話なんかを聞かせてしまってすみません。どうして謝るの？私は話してくれて嬉しかったわよ。だって少しでも私に心を開いてくれた証拠じゃない？それは、響さんの言う通り、トラウマについて話すということは少なからず相手に知ってほしいからだろう。でも彼女には知られても悪い気はしない。俺にもう一度ピアノを弾かせてくれたんだから。さっき弾けたのは他人の目が自分をどう見ているかわからなかったからよね。つまりは心の持ちようで今後弾けるかどうかは自分との戦いが必要になるんじゃないかな。自分との戦いですか。だってなるおくんはお客さんの反応が一番の楽しみだったんでしょ。だったらやっぱりお客さんの存在は無視できないと思うの。言われてハッとする。確かに観客の目が怖くて弾けなくても、俺が求めているのはその反応だ。であれば俺が戦うべきはヤジを飛ばす観客ではなく俺自身。一つ提案なんだけど。響さんはスマートフォンに映った映像を俺に見せる。画面は真っ暗で先ほどの俺の演奏だと分かった。今日って録画 OK のコンサートだったでしょ。沖野さんが来てくれていて、この映像を録画してたんだって。それでもしなるおくんがうなずいてくれれば SNS に投稿したいそうなの。目的は何ですか？今や無名のピアニストの、ましてや暗闇での演奏なんて需要があるのだろうか。当然、この素晴らしい演奏をたくさんの人に聞いてほしいからよ。もちろんなるおくんの名前は出さないし顔は隠すわ。だから投稿された動画の評価を見て聞いた人の反応を知ってほしいの。あなたの演奏がどれほどの人を感動させるかって。そんなうまくいきますかね？私が保証するわ。その言葉通り動画は大バズりした。ハプニング中に響いた暗闇での神業と添えられて投稿された動画にはたくさんの称賛のコメントが寄せられたのだ。これで観念した？あなたのピアノは人を楽しませられるって。自分の偉業のようにコメントたちを見せつける響さん。ちなみにこの動画への取材もあるからと続けられ、俺は面食らいながらもうなずかざるを得なかった。そして取材を受けてあの日のことを思い出すたびに再びピアノを演奏してみたい気持ちがふと湧き起こった。響さんに相談してみると嬉しそうに演奏の機会をいくつも提案してくれた。地域主催の小さなコンクールから始まり、いろんな人脈を通して少しずつ人前での演奏に慣れていくことができた。
観客の反応が直に感じられる演奏会はどれも楽しく、俺は次々に出場していく。その頃には俺があの暗闇での演奏者だということも明かし、気がつくとピアニスト、成尾真二の名前は一般的に知られることとなっていった。そんな時、沖野さん主催のコンサートにゲスト出演させてもらえることになった。彼には何から何まで世話になりっぱなしで頭が上がらない。リハーサルを終え、ロビーで響さんと歓談していると、当然のように横山が挨拶をしてきた。彼が原因で弾くことから離れていたが、それは俺の実力不足が問題だったのだ。口は悪いが嫌いになることもできず、あまりトラウマを思い出さないように応じる。今日は演者なんだってな。うん。沖野さんのおかげだよ。横山も出るんだっけ？今日は裏方だよ。そういえば、なるおは今度桜楽器主催のコンサートあるんだよな。言ってくれれば俺も演奏するから声かけてくれても。あ、そうだ。横山のセールスに割って入った響さんは何かを思い出したように両手のひらを合わせた。あなたのこと、ようやく調べがついたのよ。前に沖野さんのピアノの調子が悪かったの。あなたのせいだったのね。何を？どういうことですか？彼、沖野さんの別の調律師が作業している横に入って、同じ事務所の人間だから自分が調律するって言って仕事を奪ったそうなの。事務所でそれなりに立場がある人みたいだから誰も注意できなくてね。それで現場を見ていた人曰く、彼、自分の演奏スタイルに合わせて調律していたみたいなのよ。そりゃあそこまで音がずれるわけだ。横山と沖野さんの弾き方は方向性が全く違うから。どうしてそんなことを？大方、落ちていく自分の実力が明るみになる前に、調律師としてシフトチェンジしようとしてたんじゃないかしら。これは私だけの推察じゃなくて、事務所の人からの話も混ざってるけれど。どうやら図星らしい。おかげで私、沖野さんの前でミスするところだったわよ。成尾くんがいてくれて本当に助かった。でもこのままだとうちの信用が落ちかねないから、ちゃんと事務所には報告しておいたわよ。それにあなた、事務方の女の子たちにすごい評判悪くて驚いちゃったわ。あなたの話を振るとみんな嫌な顔するのよね。強引にデートに誘ったり、ボディタッチしてきたり、陰では沖野さんのこと悪く言ってたり。これも報告させてもらったわよ。そんな。横山の顔が真っ白になる。だから今日も彼は裏方なのかもしれないな。確かに一時期は実力あったのかもしれないけど、その実力におごっちゃったのね。ま、一から鍛え直せば。楽器店のアルバイトがおすすめよ。結局、横山の契約は更新されず、狭い業界内で噂が広がってしまったことから、新たな所属先も見つからなかったそうだ。そして、響さんの助言が関係しているかはわからないが、別の楽器店でアルバイトをしながら生活しているという話を聞いた。そして、そんな俺はというと、まだ桜楽器にいる。俺は桜楽器の調律師として社員になり、たまにコンサートを開くという二足のわらじを履くことにした。本当はピアニスト一本で勝負したいんじゃないの？と心配そうな響さんに俺は言った。俺、響さんに聞かせるために演奏しているところもあるので、だから桜楽器をやめるつもりはないです。その時の顔を赤くした響さんの反応を見て、俺は自分が何を言ったのか自覚した。違うんです。もちろん他のお客さんにも聞いてもらいたいんですけど、一番は響さんっていうか、トラウマを克服するきっかけである響さんがいてくれると嬉しいというか、もう何を言っても口説き文句になってしまい、俺は観念して交際を申し込んだ。そして、いとも簡単に受け入れられ、1年足らずで結婚することとなる。ようやくピアノだけじゃなくて、ちゃんと私にも心を開いてくれたんだ。そう嬉しそうに笑う彼女を見て、ピアノは腕を競う手段ではなく、人を笑顔にするものなんだと実感した。当たり前のことに気づくまで時間はかかったが、これからは自分の気持ちもピアノも大切にしていきたい。窓際社員と言われる俺を気に食わない部長が、
ある日言った。高卒の無能はお払い箱だ。自分に見合ったレベルの低い会社にでも行っちまえ。どうせ雑用を押し付けられたりするのだろうと思っていたのだが、まさか子会社への左遷を言い渡されるとは予想もしていなかった。転勤先は今いる会社から5時間ほどかけて向かう田舎の小さな子会社だった。はははは、ざまあねえな。高卒がいつまでもこの会社にしがみつけると思ったか。身の丈を思い知れ。俺を見送る部長はいやらしい笑みを浮かべていたのだが、その時彼は自分の行動が自分の身を滅ぼすことになるとは気づいてもいなかった。だって俺の正体は、俺の名前は赤松聡。システム開発会社に勤めるプログラマーだ。大手であるミヤマシステム株式会社に籍を置いているが、社内での俺の評価はお世辞にもいいとは言えない。赤松くん、この資料50分印刷しておいて。赤松さん、それが終わったら郵便物の仕分けをお願いします。はい。俺はプログラマー。しかし、プログラミングをすることはほとんどなく、足手まとい、お荷物、だと周囲から言われ、現在では窓際社員の立ち位置にいる。たまに簡単なプログラムのチェックを任される程度で、最前線で働いている人とは距離を感じてしまう。しかし、そんな俺にも近しい間柄の人物がいる。赤松、そんなに資料抱えて大変そうだな。半分持とうか。同じ国交、同級生だった白名渡だ。昔から人懐っこく、成績も運動神経も優秀な人気者だった。一流大学を出てこの会社に入り、エリート街道まっしぐらを絵に描いたような人物。そんな彼は俺とも分け隔てなく接してくれる。大丈夫だよ。そんなに重くないから。ありがとう。そうか？ならいいんだけど。あ、そうだ。今週は手空いてるか？ちょっと手伝ってほしい作業があってさ。いつでもいいよ。白菜の都合に合わせる。マジで？お前本当に頼りがいがあるよ。助かるぜ。こんな風に周囲から孤立している俺にも存在意義を与えてくれる本当によくできた人間だ。高校生の頃から何かと俺を気にかけてくれる白菜。彼が成功していくことに嫉妬はなく、むしろ成功してほしいと思う。後日、白菜に頼まれた作業を終え、早速報告しに行くと、会議中なのか席を外していた。出直そうとしたが、近くに席を構えている箕輪部長に呼び止められる。お前、まだこの会社にいたのか？ええ、まあ。以前の上司でもある。彼に役立たずだ、使えない、など散々言われて窓際に追いやられたこともあり、あまり関わりたくない人ではあった。しかし、無視するわけにもいかず、立ち止まる。箕輪部長は大杖をついて鼻で笑った。高卒のくせにうちみたいな大手にいつまでも居座りやがって。本当にずうずうしいやつだよ。箕輪部長はずっと俺の学歴を批判していた。自分は名のある大学卒なのに、大卒のお前と働くなんて屈辱だと言われることが多々あった。高卒でも採用枠はあるので、
何ら悪いことはしていない。しかし、実際に高卒で採用されている人間はほとんどいない。そのことをよく指摘されるのだ。使えないくせに高卒で入社できるなんて、いつ考えてもコネでも使ったとしか思えないな。周囲からも冷ややかな目で見られる。俺がコネ入社だという噂は社内中の耳に届いているらしい。実際はそんなことはないのだが、否定をしても、仕事ができないくせに見えすいた嘘を吐くな、と言われてしまう。そうだ、今度の会議でお前に見合った仕事ができるようにしてやるよ。そう言われたが、何の話かわからない。どうせ雑用を押し付けられたりするのだろうと思っていた。まさか子会社への左遷を言い渡されるとは予想もしていなかったのだ。よかったな。お前がどれほどこの会社にふさわしくないか正式に報告してやったぞ。高卒がいつまでもこの会社にしがみつけると思ったか。身の丈を思い知れ。言葉通り、俺のことが気に食わない箕輪部長は、わざわざ部長会で俺がいかにダメなやつかを報告し、解雇ができないのなら転勤を、と主張したそうだ。転勤先はミヤマシステム株式会社から電車を乗り継ぎ、5時間ほどかけて向かう田舎に存在した。IT 企業はどこにいても仕事ができるので、立地を気にしなくて済むのは利点だが、それゆえ俺は引っ越しを余儀なくされた。子会社なら事業方針が同じなので、むしろここよりも仕事ができるかもしれない。そう考えて俺は素直に通知を受け取った。何より箕輪部長と顔を合わせなくて済む。赤松、転勤って聞いたんだけど。通知の後すぐに白菜が心配して俺のところへ来てくれた。他の社員は左遷されたやつとしか見ていないのに、本当にいいやつだ。ああ、そうなんだ。頻繁に飲みに行けなくなるな。それどころじゃないだろ。俺がなんとか。いいんだ。俺は白菜を制した。このままじゃ、俺のやりたいことはできそうにもない。それなら、新しい場所でやり直してみるのもいいかなと思うんだよ。何？子会社なんだから完全にお別れってわけでもないだろ。そうだけど。俺が折れないことを理解し、白菜は身を引いた。わかった。俺には俺のできることをするよ。いつでも連絡は取り合おうぜ。うん。本当にありがとう。1ヶ月後、俺は子会社である山吹システムへ移動した。会社近くに群生する美しい山吹の花から名前を取ったらしい。そう説明してくれる人事担当者も、俺の部署を案内してくれる先輩も、のんびりとした性格で落ち着く雰囲気を持つ人だった。どうやら会社全体がそういった雰囲気を持っているらしく、和気あいあいとした空気感が常に漂っている。居心地がいいとすでに初日で感じていた。心配してくれた白菜にも、なんとかやっていけそうだと返信した。特に俺の直属の上司にあたる瑠璃川七海さんは柔らかい印象を持つ美女で、俺は常に癒されていた。それだけではなく、彼女とは話があった。なんと、瑠璃川さんもかつてはミヤマシステム株式会社に勤めていたのだが、あの箕輪部長に左遷させられたのだという。
左遷って言われて、最初はどうなっちゃうかと思ったけど、こっちの方がとても雰囲気が良くて、働きやすいわ。俺もそう思います。誰も彼も自然な笑顔で話をしている。以前のオフィスとは全く異なる環境で、俺は心機一転を誓った。箕輪部長は左遷だなんてバカにしていましたけど、この職場がどれほど素晴らしいか知らないなんて残念ですね。そう言ってもらえて嬉しいわ。彼を見返すためにも頑張っていきましょうね。俺の境遇を知ってくれた他の社員も俺に同情してくれて、優しい言葉をたくさんくれた。本当にどうしてこんなにいい会社が左遷先なのだろうか。そう思っていたのだが、数日して理由が判明した。この会社の業績が良くないのだ。会社の規模が小さいことを加味しても赤字が続いている。業績が良くないイコール左遷先にふさわしいという箕輪部長らしい考え方で、俺や瑠璃川さんはここに転勤させられたのだろう。そして箕輪部長は俺が移動するタイミングを狙っていたのだろうか。ある日、社長が渋い顔をしていた。理由を尋ねてみると、親会社であるミヤマシステム株式会社から通告が来たとか。このままの業績だと整理解雇が必要になる。しかも半数の社員が対象になると。上はむしろ好機と捉えて正当に解雇するつもりなのだろう。皆仕事を一生懸命遂行してるのに、どうして業績不振が続くのかわからない。依頼は多く、受注は期限通りにこなし、無駄な会議も行っていない。俺はもう少し会社の内情を探った方が良いのではと考えるようになった。そんな時、瑠璃川さんが、あれとつぶやき、難しい顔をしていることに気がついた。瑠璃川さん、どうかしましたか？パソコンの調子が最近おかしくって、今回はデータが消えちゃって。データが？大変な事態なのにもかかわらず、瑠璃川さんは焦らず、むしろ堂々としている。ええ、まだ作りかけだったんだからいいんだけど、バックアップも消えちゃって。二度手間ね。ちょっと見せてもらってもいいですか？瑠璃川さんのパソコンに、確かに彼女の言うデータのファイルは見つからない。バックアップにも残っていない。でも、これでどうですか？あ、これよ。すごい。隣で見てたけど、私にもわからない動作を。赤松くんって一体何者？ただの元窓際社員ですよ。この分野が得意だっただけです。恥ずかしいわね。私はあなたの上司でパソコンの知識をもっと持っていなくちゃいけないのに。そんなことないですよ。俺も偶然見つけられただけですから。しかしその後も瑠璃川さんのパソコンの不調は続いた。他の社員たちも一緒になって復帰しようとするが、どうにもうまくいかず、幸いにも俺はすべて復元することができた。パソコンを別のものに変えても症状は同じで、皆で頭を抱えるしかなかった。俺にも原因はわからない。だが、悩みの種はそこだけではなかった。ついに、ミヤマシステム株式会社から今期のノルマを達成できなければ整理解雇という通告が来たのだ。実質リストラである。対象の名簿がすでに作成されており、そこには瑠璃川さんや俺の名前も載っていた。
私、自分は会社で役に立たないって言われ続けて、左遷されても仕方ないって思っていたの。リストを見ながら瑠璃川さんがつぶやく。でも、赤松くんみたいなすごい子がこんな扱いを受けるなんて理不尽だわ。会社はあなたのことを誤解してる。それに私、この会社のみんなのことを好きだから。いくら親会社だからって、あの人たちに好き勝手されるのは嫌よ。俺も、親会社が何の赤字対策もせずに、リストラ通告なんて間違っていると思います。瑠璃川さんに同調すると、他の席から、そうだそうだと声が上がった。親会社の言う通りの方針でダメだったのなら、自分たちでやり方を変えてみればいいんじゃないでしょうか。あっちでは成功している方法でも、規模もクライアントも違うんですから。でも、勝手にしていいのかな。不安な声が上がる中、瑠璃川さんは立ち上がる。どうせ何もしないままならクビなんだから、できることをやりましょう。その言葉で不安そうな顔をしていた社員たちも明るい顔を見せ始める。瑠璃川さんの人を引っ張れるところ、本当に尊敬します。そうかしら？今までそんなこと言ってもらったことないから嬉しいわ。そうなんですか？ええ。あっちの会社にいた頃はろくに意見を言う機会なんてなかったし、どうせ自分の考えなんて却下されるんだから発言しても無駄だと思っていたの。でもこの会社はみんな私の話をしっかり聞いてくれるから、その気持ちわかります。俺も似たようなことが何度かありましたから。でも瑠璃川さんを見ていると希望が持てました。赤松くんは十分すごいんだから、謙遜せず思うこと言ってくれていいのよ。まあ、あんな会社にいたんだから自分を卑下しちゃうのも無理はないか。俺たちは顔を見合わせ、うなずいた。あの会社に対する気持ちも、今の会社への恩も同じように抱いている。だからこそ、俺たちが率先して見返してやろうと思った。その日から過去のクライアントと受注方法を見直した。もともとは親会社が開発したシステムの営業を取ったり、メンテナンスを主に行っていた。それに加えてシステムの検討をしている企業や、すでに使用している人に向けてオンラインで説明会を行ったり、簡単にお問い合わせができるフォームを作ったりしたのだ。誰もがスペシャリストなので、問い合わせにはすぐに対応し、システムの Q&A のページに反映させる。それからシステムの説明書を複数の言語分用意したり、システムのサーバーを軽くできるようプログラムを試みる。しばらくすると取引先から最近システムが使いやすくて助かるとお褒めの言葉をいただいた。また自社の提携先や子会社にも宣伝しておいたとも言ってくれたのだ。その話は本当らしく、向こうから営業の電話が来るほどになっていた。明らかにミヤマシステム株式会社ではなく、山吹システムの成果だ。経理部からこのままの業績でいけば今期のノルマを超えるどころか2倍以上になるとの計算に至っていることを聞いた。俺たちのゴールはリストラを乗り越えるだけではない。もう親会社に口出しをされないよう会社を大きくすることを見据えていた。そんな俺たちに暗雲が立ち込める。吉野サービス会社との取引が、言いにくそうに社長に話している社員。
何でも順調に進んでいた取引なのに、契約直前で取り消されたらしい。何でもミヤマシステム株式会社から取引の連絡が来たので、そちらと契約すると、ミヤマシステム株式会社、なんというタイミングだ。渋い顔をする社長。クライアントから見れば、親会社からの提案の方が安心感が得られるだろう。保証も十分効くし、大手という看板を掲げられると、そちらに飛びつきたくなる。商品自体は同じものなので、クライアントに不利益はない。今回は運が悪かったな。すみません。もっと早く契約にこぎつけていれば、こればっかりは仕方ないよ。君が頑張っているのは知っているからね。慰めている社長の姿を見ていると、やはりこの会社は今のまま続けたいという気持ちになる。親会社に持っていかれる前に頑張ろう。そう意気込んだのだが。杉山食品との契約が、くるみ堂も。次々に契約直前で親会社に契約を横取りされていく。これはもう故意に行っているとしか思えない。山吹システムの業績を下げるためだろう。箕輪部長あたりが怪しいが、どうやって契約前の情報を知ることができたのだろう。一瞬、誰かが情報を横流ししているのかと考えたが、そんな人はうちにはいない。そう信じている。ではどうやって？考えている間にも時間は過ぎていった。掲げられたノルマは達成できずに、大規模なリストラの通知がいつ来てもおかしくない。そんな中、ついに社長や瑠璃川さんが親会社に呼び出された。営業会議に参加しろとのことらしい。なぜか平社員の俺も指名され、5時間かけて久しぶりのオフィスに顔を出した。俺たちが一番大きな会議室の下座に座らされると、相変わらず箕輪部長は俺たちに突っかかってきた。やあ、久しぶりだな。正直まだ残っていたなんてね。俺なら左遷された事実が恥ずかしくて、とても会社に居続けられんよ。おかげさまで山吹システムは雰囲気のいい会社でしたので、辞める選択肢はありませんでした。瑠璃川さんが微笑みとともに返事をすると、嘲笑いながら思いもしないことを言い放った。負け犬たちが傷を舐め合っていたのか？さぞ居心地が良かっただろうな。まあ、それも今日までの話だが。そう、箕輪部長の言う通り、俺たちはノルマを達成することができなかった。当初は余裕で超えられる想定だったのに、横取り事件のせいで、あと一歩のところで足りなかったのだ。山吹システムのノルマ不達成についてという文字がスクリーンに映し出され、俺たちの動揺をよそに、俺たちの管理担当だったらしい箕輪部長が、整理解雇までの経緯や、ノルマの設定方法、そして業績のデータを提示した。あと少しで達成だったのですが、不達成には変わりありません。整理解雇のメンバーは、待ってください。俺はたまらず声を上げた。今まで会議中に声を発しても見向きもされなかった。しかし、今回ばかりは諦められない。幸いにも突然の発言だったので、皆がこちらを見た。その業績、やはりおかしいです。赤松、残念な気持ちはわかるが、悪あがきはみっともないぞ。箕輪部長は大げさにため息を吐く。その表情には笑みが含まれていた。
悪あがきではありません。我が社での見込みでは、ノルマの2倍以上を達成しているはずでした。計算ミスじゃないのか？現にうちの取ったデータでは不適正だ。その通りです。代わりにミヤマシステム株式会社は今期の業績が上がっているんじゃないですか？ああ、そうだな。次の議題で話をするつもりだったよ。君たちも聞いていくか？次に勤める会社で役立つかもしれないしな。その業績アップは箕輪部長の成果ですよね。よく知ってるな。その通りだ。君たちも俺を見習って、あなたが山吹システムの契約を横取りしたんじゃないですか。確信を持った俺の言葉に会議室は静まり返る。何？しばらくして箕輪部長本人が聞き返してきた。俺たちが契約を取る直前にあなたが契約を横取りしたんだ。ノルマが達成できないギリギリのところまで怪しまれないようにクライアントへ連絡して何を言っているんだ。バカも休み言え。結婚した箕輪部長が資料を机に叩きつける。俺は冷静に話を続けた。最初は順調だった営業がある日から調子を落としたんです。担当者に話を聞くと、ミヤマシステム株式会社と契約を結ぶからと言われました。そうして取引中止が相次いだんです。それを俺がやったとでも言いたいのか？お前失礼にも程があるだろう。そんなに言うなら証拠をよこせ。さすがは部長職の方だから見つけるまでに時間はかかりましたけど、ちゃんとありますよ。瑠璃川さんのパソコンへハッキングした証拠が。なんだと？どういうこと？俺は瑠璃川さんが以前使っていたパソコンを持ってきていた。そして瑠璃川さんには今使っているパソコンを持ってくるように頼んでいた。2台のパソコンを並べ画面を開き操作する。瑠璃川さんのパソコンは不定期にバグを起こしていました。データが消えたり書き換わっていたり。ええ、そうね。パソコンを変えても同じ症状が現れていましたよね。なので、おかしいと思って前に使っていたパソコンをお借りして詳しく調べていたんです。すると、ハッキングされていた痕跡を見つけました。ハッカーは瑠璃川さんのアカウント自体を乗っ取っていたんです。その理由は、瑠璃川さんが本当は優秀な人材であることを知っていたから、瑠璃川さんを左遷させ、自分の行いがバレない場所に追いやってから手柄を横取りするためです。そのハッカーが箕輪部長なの？はい、この通りです。俺は2台のパソコンの画面をみんなに見せる。バレないように痕跡を消していたようだが、普通は見つからないような場所から引っ張り出したのだ。いい加減にしろよ。万が一俺がハッキングしていたとして、高卒で無能のお前が痕跡を見つけられるはずがない。こんなものお前がでっち上げただけだろう。いえ、赤松の才能は本物ですよ。会議室に白名が入ってくる。手には数枚の書類を持っていた。だってほら、彼はうちのメイン商品のシステムを開発したプログラマーですから。白名が箕輪部長に見せたのは、システム開発時に開発責任者やプログラマーが署名をしたもの。もうずいぶん前の書類をわざわざ持ってきてくれたのだ。なんだこれは。箕輪部長は本当に赤松が使えない人間だと思っていらっしゃったんですか？思うも何も、
こいつは本当に他の書類も見ます？シロナは次々と今では主流になっているシステムの開発者一覧を並べていった。箕輪部長だけでなく、瑠璃川さんたちも驚いている。どこにも俺の名前が入っているからだ。確かに俺は高卒だ。しかし、学力がないわけでも、秀でたものがないわけでもない。むしろその逆で、俺は才能に恵まれていた。勉強も運動も芸術も、何でもトップな成績を誇っていた。当然、現在発揮しているパソコンの知識にも長けていた。そんな俺にとって、努力したり、学力が低いクラスメートたちが不思議でならなかった。どうしてこんな簡単なことができないのか。もしかして簡単すぎてやる気にもならないだけなのか。そんな態度でいたせいで周りを見下しているやつだと嫌われていき、孤立していった。特に高校生という将来を考えなくてはならない世代には特に妬まれた。頭がいいなら学校になんて来なきゃいいのに。私たちをバカにしたくて通ってるのかな。あんなやつの考えてることなんてどうせ俺たちにはわからないよ。あんなのと関わってたら見下されるだけだよね。そんな風に聞こえる声で陰口とは呼びがたい言葉を浴びせられるうちに、学校に行こうとすると腹痛やめまいが俺を襲う。確かに無理をして学校に行く必要がないので、両親も俺に休むことを許してくれた。卒業に必要な最低限の出席数だけ稼ぐことにした俺には、将来の夢を考える余裕はなかった。そんな時に救いの手を差し伸べてくれたのがシロナだ。俺と同じく学業も運動にも秀でていた彼だが、俺とは違って社交的で、誰に対しても優しく、クラスの、いや、学校中の人気者だった。彼は出席数のために保健室登校した日に俺を訪ねてきた。俺が大学に行く目標も失っていることに気づいた彼は、こう言った。赤松は才能があるのに、このまま使わないのはもったいない。もし大学に行かないのなら、そのまま働かないか。というか、赤松なら大学なんて行かなくても問題ないと思うんだよ。働くってどこに？俺みたいなやつを雇う会社なんてあんのか？あるんだよ。俺のじいさんが社長やってるシステム会社なんだけど、赤松の話をしたら、ぜひうちに欲しいって。試しに働いてみないか？疎まれていた俺を必要としてくれる人がいる。その言葉に救われた俺は、シロナの手を取った。そして、彼や社長の期待通り、即戦力として次々と成果を発揮していったんだが、しかし、成績がうなぎ登りになっていくときに、ふと気づいた。何でもないことのようにやってのけて、また周囲から孤立したらどうしよう。せっかく俺を必要としてくれた場所で居続けられなくなったら、二度と立ち直れない。高校時代のトラウマがフラッシュバックし、ある日から自分の仕事にセーブがかかってしまった。意図したものではなく、心の問題だった。社長もシロナも、そんな俺に気づいて無理をしないように、ゆっくりと仕事をするように進めた。俺は手を抜くことの加減がわからず、あたふたとしているうちに何も知らない人から仕事ができないやつというレッテルを貼られるようになってしまったのだ。箕輪部長は赤松が高卒であることをひどく気にされていましたが、
彼にとって大学で学ぶことは必要のないことだったんです。大学で得られる知識なんて赤松にはたかが知れてるんですから。箕輪部長は返す言葉を探しているのか、ブツブツと聞こえない声で何かを言っている。俺は待つことなく告発の続きをした。瑠璃川さんのアカウントをハッキングした箕輪部長は、山吹システムの取引情報を入手し、俺たちに先じて先方に連絡を取ったんです。俺たちから契約手続きを引き継いだとでも言ったのでしょう。そして、うちが取引するはずだった案件を奪い、自分の手柄にしたんです。証拠ですが、瑠璃川さんのパソコンに箕輪部長の ID を見つけました。きっと箕輪部長のパソコンを調べれば、ハッキングの痕跡が見つかると思います。ああ、そのことだが、シロナはメモを取り出し、ある人たちの名前を呼んだ。いずれも過去に別の会社へ左遷させられた人たちだ。彼らのアカウントに箕輪部長のアカウントからアクセスした痕跡がありました。ここ数日、何度か箕輪部長のパソコンを拝借して、何勝手なことを。一体何の権限があって。私の権限だよ。上座に座っていた社長の言葉で、箕輪部長は押し黙る。移動した他の社員たちも、大きな案件を取ってきたにもかかわらず、契約までこぎつけていない。不審に思って、最も信頼できる彼に頼んだんだ。彼は私の孫でね。何か問題でも。いえ。社長はシロナの母方の祖父であるため、名字は異なる。そのため、知っている人は少ない。ちなみに、そのついでにいろいろと見つかったんです。例えば、優秀な社員の評価を下げるために、個人のデータを改ざんしたり、他社から賄賂を受け取ったり、ぎくりと音がつきそうなほどに、箕輪部長の肩が跳ねる。自白したようなものだ。箕輪君、この件は詳しく調べさせてもらうよ。営業会議は日を改めて仕切り直そう。社長の言葉で会議はお開きとなった。瑠璃川さん、赤松君、今まですまなかった。会議の後、社長に呼び出され、頭を下げられた。大きい会社ともなると、異動などに直接社長が関与することはめったになく、俺の異動もシロナから聞いて知ったそうだ。呼び戻したくても、それなりの理由がないと呼び戻せず、今回の解雇騒ぎのせいで、より動けなかったと聞いた。加えて、箕輪部長が優秀な人をいろいろと理由をつけて左遷させてることに気づかれてはいたが、証拠が見つからず、そちらに手を焼いていたらしい。俺が山吹システムで証拠を見つけたとき、その方法をシロナに伝え、箕輪部長のパソコンを探ってもらったおかげで、ようやく糾弾する準備が整うらしい。君には世話になりっぱなしだ。いえ、自分も社長やシロナにはずっと助けていただいていましたから。君が移動先でも活躍していたことは、渡から聞いているよ。もう誤解も解けたし、瑠璃川さんと一緒にこちらへ戻ってきないか？え？どうしよう。俺と瑠璃川さんは少し考える時間が欲しいと返事をした。帰りの電車で瑠璃川さんは俺にだけ聞こえる声でつぶやく。もし赤松くんがもじゃっちゃったら寂しいな。なんてね。困るよね。ごめんね。俺はドキッとして瑠璃川さんを見ると、
瑠璃川さんは顔をあからめて下を向いていた。俺もです。瑠璃川さんがいなくなったら、心に穴が開きそうというか。何それ。遠慮せずに寂しいって言っていいのよ。俺たちは顔を見合わせ、笑い合った。これは、期待してもいいのだろうか。後日、シロナから箕輪部長の処遇について教えてもらった。これまでにも左遷先の社員のアカウントをハッキングしたり、そのハッキング方法を他社に教えて賄賂を受け取っていた証拠が次々と見つかった。もちろん彼は解雇され、賠償金も請求されている。せっかく技術を持っているのに、人のためではなく自分の利益のためだけに使った結果、破滅した。本当にもったいないと思う。一方で、俺と瑠璃川さんは相変わらず山吹システムで働いている。全員解雇は免れ、相変わらず和気あいあいとした職場だ。箕輪部長がいなくなった美山システム株式会社も居心地が良くなったとはいえ、俺たちにはこちらの社風の方が合っていると思ったのだ。確かに俺は才能に恵まれているが、何も大きな場所で働く必要もない。自分が良いと思った場所で気を落ち着けて働けることが一番だ。瑠璃川さんもすっかり山吹システムが好きになっているらしく、離れがたいと言っていた。瑠璃川さんがいるのなら、やはりこの場所に留まりたい。彼女の柔らかな雰囲気はいつだって俺を癒してくれる。瑠璃川さんの近くにいたいし、もっと仲良くなりたいのだ。親会社に戻らない理由をシロナに尋ねられたとき、しどろもどろにそう説明すると大笑いされた。お前、瑠璃川さんが好きならそう言えよ。と。だって、そういうことなら無理強いはできないな。お幸せに。いや、別にまだそういう仲じゃ。大丈夫。俺の見立てだと脈ありだ。仕事の話を電話でしながら、そんな雑談も交わす。箕輪部長の代わりに部長に昇進したシロナは、今では子会社の統率を取ってくれているのだが、毎回うちが子会社の中でトップの成績らしい。さすがは赤松だと言われたが、事の始まりは、やっぱりシロナのおかげだ。俺もシロナみたいな人間になりたいよ。え？どういうことだよ。照れるじゃないか。お前みたいに思っていることをしっかり言えて困ってる人を助けられるような人だよ。少しの沈黙の後、シロナはまた笑い出した。何笑ってるんだよ。変なこと言ったか？いや、気づいてないのか？お前は十分自分の意見を言えてるし、思いやりのあるやつになってるよ。え？営業会議でのやりとり、忘れたとは言わせないよ。あの時は夢中でみんなのために、だろ？たとえ無意識でも、お前の背中は立派に見えたよ。そうか。俺も少しは成長できていたらしい。大事なものを守るためにと必死になっていたあの瞬間、俺は大きくなれていたのか。そう考えると、俺の原動力は俺にとって大切な人たちなんだろう。俺に優しくしてくれて、俺を強くしてくれた会社の人たち。みんなのためなら、きっともっと頑張れる。もしもまた危機にさらされたら、立ち向かう覚悟はある。そんな勇気をくれたみんなと共に、これからも楽しく人生を謳歌したい。あなた、私の裸を見たのね。触ったの？
自分の体を抱えるようにして、涙目で若き女社長はそう叫ぶ。違います。触ってはいません。不慮で見えてしまって。すると、涙目だった彼女の目から、ぼろりと雫が落ちた。じゃあ、見たんだね。え？私のこと化け物だって思ったでしょ。俺は困惑してしまって何も言葉をかけられない。彼女の秘密を俺はわざとではないと言え知ってしまった。すると彼女は潤んだ目で俺を見てきて、二人だけの秘密にできるなら、俺、陸奥光はスリーシープの営業として働いている。スリーシープは寝具を扱う会社で、3匹の羊が飛ぶような格好で輪を作っているロゴが目印だ。スリーシープは小さな会社で、営業部に4人、事務部に4人、製造部に10人と従業員数が少ない。他の大きな会社であれば、平社員の俺たちの上に係長や課長や部長やらといった役職があると思うが、うちにはない。代わりに部署ごとにリーダーが決められていて、俺たち唯一の上司である社長に報告、連絡、相談をするのは、もっぱらリーダーの役目だ。そして、営業部のリーダーは俺が任されている。うだるような暑さが続く7月の終わり。冷房の効いたオフィスに外回りから戻ってきた俺は流れる汗を拭った。外回りお疲れ様。事務部の女性社員がそう声をかけてくれた。いやー、いつ見ても暑いね、ムツくんは。彼女は俺の格好をちらっと見ていった。この暑いのに、俺は長袖長ズボンという格好だ。もちろん、ワイシャツは薄手のものだから、見た目ほどは暑くない。まあ、日焼けするの嫌だもんね。私も、外に出るときはカーディガン羽織るよ。半袖の彼女は、自分の椅子の背もたれにかけている薄手の紺色のカーディガンを指さした。日焼けは肌の大敵だもんな。軽く返事をしてから、自分のデスクに戻って、椅子に腰をかけた。そういえばムツくん、社長が呼んでたよ。さっきの事務部の子が声を張り上げたから慌てて立ち上がった。それを先に言ってくれ。外回りに出る前、リーダーとして今月の営業部全体の成果をまとめたデータを社長へ送ったのだ。何か不備でもあっただろうか。急いで社長室に向かう。ノックをして名前を告げると、どうぞと帰ってきた。失礼します、社長。朝に送付したデータに何か不備がありましたか？いいえ、あなたの仕事はいつも完璧よ。ヒカルくん。まだ20代という若さでこの会社を立ち上げた社長。二宮芽は笑みを浮かべた。今日呼び出したのはね、直接顔を見てねぎらいたかったの。この会社を設立してから5年、ヒカルくんたち営業部の働きにはたくさん支えられてるから。そういうことなら、俺以外の奴にも言ってやってください。俺一人の手柄ではありませんし、それと営業部だけじゃなくて、俺たちをサポートしてくれている事務部と、いい商品を開発してくれている製造部にも。それもそうね。やっぱりヒカルくんは周りをよく見ててくれて助かる。これからも私を助けてくれると嬉しいな。そんなことを上目遣いで言う社長にはドギマギしてしまう。俺に気があるのではなんていう考えが頭をもたげるのを防ぐ意味を込めて、俺はワイシャツの長袖の上から腕を強く握る。社長はうちの社員や取引先からスリーシープの花と呼ばれるほど要望が整っている。そんな彼女に今みたいなことを言われたら、何の汚点もない普通の男ならば一瞬で恋に落ちるだろう。でも俺は違う。俺はもう恋なんかしないと決めたのだから。ねぎらいの言葉は嬉しいです。これからも励みます。努めて冷静にそう返し、一礼して社長室を出た。すると、おいと声をかけられる。見れば、同じ営業部の一戸が営業部の残りの2人と製造部の男性社員4人と一緒にニヤニヤと笑いながらこっちを見ていた。データに不備があったんだろう。この俺が修正を手伝ってやる。泣きつく前に俺に声をかけてもらったこと、光栄に思え。いや、不備はなかった。仮に不備があったとして、なんでお前に泣きつかなきゃいけないんだ？
だってお前、高卒じゃん。データの作り方、学んでないんじゃないかと思ってさ。馬鹿にするように言う一ノ戸に同調して、周囲もクスクスと笑う。それは高校で学んだし、独学でも勉強し直してるから大丈夫。激高することなく、淡々と返した俺に腹を立てたのか、一ノ戸は眉を吊り上げた。社長に気に入られてるからって、いい気になるなよ。だいたい、この暑いのに長袖なんか着やがって。見てるこっちが暑くて、仕事に集中できないんだよ。俺は言葉を詰まらせる。そんな俺の様子を見て、一ノ戸は下り顔を浮かべた。冷え性だっけ？どうだかな？本当は別に理由があるんじゃねえの？俺たちに見せられない理由が、さ。距離を詰めてくる一ノ戸に後ずさりする。一ノ戸がこんなに俺を目の敵にする理由は知っている。彼は社長が好きなのだ。本当なら自分が営業部のリーダーになり、社長とお近づきになりたいのに、よりによって自分よりも低学歴である俺に邪魔されていることが気に食わないのだ。壁に背中をぶつけて万事休すと身をすくめたちょうどその時、事務部の子が、一ノ戸さん、お電話です、と一ノ戸を呼んだ。彼は舌打ちをすると、取り巻きたちを連れて俺から離れていった。思わず安堵の息を漏らしながら、腕を再び強く握る。俺が年中長袖を着ている理由は、冷え性なんかじゃない。一ノ戸の言う通り、誰にも見せられない理由がある。小学生の時、俺はまだ伊達光だった。その頃、両親は仲が悪かった。毎日のように喧嘩をしていた。喧嘩の理由は、父がリストラされた後、職を探さず、家でぐうたらしていたからだった。いい加減に仕事を見つけてきなさいよ。私の稼ぎだけじゃどうにもなんないの知ってるでしょ。うるさいな。探してるよ仕事。見つからないものは仕方がないだろう。そう怒鳴って吸っていたタバコを投げ捨てる父に、母は危ないでしょうと目をつり上げる。毎日続く土星に俺は嫌気がさしていた。自然と家に帰ろうとする足は重くなり、母が働きに出る夜になるまで近くの公園で時間を潰すことが多くなっていった。そんなだから宿題をする時間もやる気もなく、そうすると学校で先生に怒られる。その怒鳴り声を聞くのもまた嫌で、学校すらサボるようになった。そんな俺の唯一の癒しは近所に住む女の子だった。名前はわからない。家の表札は草書体のローマ字で書かれていて、当時の俺にはそれがただの模様にしか見えなかったから、名字すらわからない。性格も声もわからない。わかるのは彼女の家がすごく大きくて立派なことと、彼女がずっと家にいることだった。寝巻きを着て2階の部屋から窓の外をぼんやりと眺めていた。そんな彼女を見つけたのは、すっかり学校をサボる癖がついてしまった秋の初めだった。俺と同い年ぐらいのその女の子が浮かべる憂いの表情に、俺は思わず立ち止まって彼女を眺めてしまった。それに気づいたのか、女の子がニコリと笑ってこっちに手を振る。瞬間、俺は恋に落ちた。笑った彼女はとても可愛かった。慌てて大きく手を振り返すと、彼女はおかしそうに口に手を当てて笑った。それに胸が弾んだ。俺が彼女を笑顔にした。俺は毎日のように何気ない風を装って彼女の家の前を通るようにした。時間を決めた方が彼女も俺を見つけてくれやすいかと思い、そうすると学校に通った方が合わせやすいことに気づいてサボるのをやめた。自然とそのまま家にも帰るようになって宿題をやる時間も取れるようになり、先生に怒られることもなくなった。相変わらず両親は喧嘩ばかりだったが、それがあまり気にならなくなった。彼女は俺の救世主だった。いつものように学校から帰っている時だった。その日はクリスマスだった。俺は前日に買ったクリスマスプレゼントをポケットに忍ばせていた。中身はキーホルダーだ。3匹の羊が飛ぶような格好で連なっているもので、一目見て彼女にあげたいと思ったら買ってしまっていた。もちろんちゃんとクリスマスプレゼント専用のラッピングをしてもらった。これを彼女の家のポストにこっそり投函するつもりだった。彼女はサンタからだと驚くだろうか。喜んでくれるだろうか。
その反応を俺が見ることはないだろうけど、驚く彼女を想像してワクワクした。前方に黒煙と人だかりが見えてきた。消防車のサイレンも大きくなっている。こんな身近なところで火事なんて初めてだったから、人事のように驚いていた。が、それがあの女の子の家だと知った瞬間、そんなのんきな気持ちは吹き飛んだ。人垣を押し分けて、規制線ギリギリまで近づいた。ゴーゴーと燃える炎の熱が、ここまで届いていることに呆然とする。娘がまだ部屋に。不意にそんな声が聞こえた。見れば、すすにまみれた女性が、消防士にすがりついている。あの女の子のことだと、とっさに理解して、全身の血の気が失せたような感覚に陥った。が、次の瞬間には、俺は規制線を突破して、燃え盛る炎の中に飛び込んでいた。暑いし喉が痛くなるしで、すくみそうになる足を叱ったし、火を踏みつけながら2階へ上がる。おそらくここだと見当をつけた扉を開けるとビンゴだった。ベッドの上で何も抵抗せず、ぼんやりとしている彼女がいた。逃げるぞ！叫んだ拍子に煙を吸ってしまい、喉が強烈に痛んでむせた。女の子がそれで俺に気づいたらしく、目を丸くしてこっちを見た。俺は彼女の腕を掴んで引っ張って部屋の外に出た。そのまま階段を降りる。その時、燃えて炭のようになっていた階段が崩れた。彼女と一緒に転がり落ちてしまう。そのあたりから記憶がない。仰向けに倒れた俺を彼女が炎から守るように抱きしめてくれたのは覚えている。気がつくと病院にいた。そばには母がいて、顔をぐちゃぐちゃにしながら大バカ者と叫んで泣いた。俺は両手と両足に大やけどを負っていた。それだけで済んだのはきっと、彼女が抱きしめていてくれたからだ。そうなると、あの女の子の容体が心配だったが、母の話を聞いて、俺は彼女に会えないことを悟った。俺の退院後、母は父と離婚した。俺の親権は母が持つことになり、俺は名字が陸に変わった。そして住んでいた町を離れて、母の実家で暮らすことになった。引っ越し先では友達ができなかった。腕と足に火傷の跡が残り、それを気味悪がられたからだ。高校は少し遠くの学校を受験して、腕と足を隠して通った。そうすると友達ができた。彼女もできた。向こうから告白してきたのだ。だがそれも長くは続かなかった。夏になると、彼女は一緒にプールに行きたいとせがんだ。何度断っても行きたがるから、俺は火傷のことを話して腕を見せた。その時の彼女の顔を今でもはっきりと思い出せる。まるで汚物を見る目だった。気持ち悪い。彼女のその目と言葉は、俺に二度と恋などしないと決意させるには十分だった。以来、俺は誰にも火傷のことを話していないし、誰の目にも触れないように細心の注意を払っている。会社設立3周年を祝して、慰労会が行われることになった。バスを1台貸し切って、俺たちは山奥の温泉旅館へと向かう。温泉楽しみだな。ああ、何よりも、あの社長の浴衣姿が見れるんだぜ。それだけで癒されるってもんよ。一戸といつもの6人が、後部座席に固まってそんなことをひそひそと話して盛り上がっていた。俺は寝たふりを決め込む。確かに、社長の浴衣姿は美しいだろうなと。うっかりしてしまった想像を首を横に振って追い払う。社長は、俺を営業部のリーダーに任命してくれるほど評価してくれている。しかし、俺の営業成績がいいのは、スリーシープに来る前に別の大手企業で営業を経験してたからだ。一戸だって、あと数年もすれば、俺に負けないぐらいになるだろう。そうすれば、一戸の願い通り、彼がリーダーに任命されるかもしれない。社長と話す機会が減るのは残念だが、会社にとってはそっちの方がいいなら、俺はもろ手を挙げて賛成だ。そもそも俺なんかが社長とどうこうなれるわけがない。彼女は高嶺の花。対して、俺は路傍の石。それも汚い。誰からも毛嫌いされるやつだ。温泉といえばさ、陸奥は入んのかな？俺見てたぜ。慰労会が温泉って決まった時、あいつが顔しかめてたの。やっぱり冷え性じゃないな。入れ墨入れてるとか？怖っ。俺が寝ていると思っているらしく、一戸たちはそんな会話を始めた。息を吐きたいのもこらえて、
俺はどうやったら一人で温泉に入れるかということに考えを巡らせることにした。せっかくの名刀に浸からないという選択肢は、あいにく持ち合わせていなかった。宴会は6時から、旅館の広間の一室を借り切って行われた。ほとんどの人は宴会前に温泉を楽しんだらしく、浴衣を着ている。俺はここに来るときに着ていた薄手の長袖長ズボン姿だ。一戸たちがこっちを見て内緒話をしていることには気づかないふりをしておく。お待たせ。広間に現れた社長は浴衣ではなくスウェット姿だった。それを見た一戸たちがあからさまにがっかりした。なんだ社長、浴衣じゃないんですか？温泉入る時間なくって、ごめんね。社長が手を合わせる姿は可愛らしくて、向けられた一戸たちは鼻の下を伸ばす。じゃあ社長、後で一緒に入りませんか？すっごく気持ちよかったんで、もう一回入ろうと思ってたんです。事務部の女性社員が誘ったが、社長は首を縦に振らなかった。お酒飲んだ後は入らない方がいいでしょ？確かにと女性社員はうなずいた。社長は結構飲める口だからだ。1時間もすれば縁も竹縄となった。一戸も酒をたらふく飲んだらしく、真っ赤な顔で男性、女性社員交えて談笑をしていた。俺はこっそり広間を抜け出した。社員はこの通り宴会に夢中だし、この時間なら他の客も食事の時間だ。温泉には誰もいないはず。社長の姿が見えないのは気になるが、彼女は女性だから仮に温泉に入ってようが問題はない。案の定温泉は貸し切り状態となっており、俺はゆっくりと名刀を味わうことができた。さっぱりとした気分で湯から上がる。荷物を置いてから宴会に戻ろうと、まず自分の部屋に向かった。ふと、俺の部屋にほど近いところで、うずくまっている人を見つけた。大丈夫ですか？その丸くなった後ろ姿が社長に似ていたから、俺は気になって声をかけた。するとその人は、急にぐらりと体を預けたかと思うと、床に倒れてしまった。顔を真っ赤にしているその人は、やっぱり社長だった。社長？しっかりしてください！大きな声で駆け寄るものの、社長はぐったりしたままだ。温泉に入ってのぼせてしまったのかもしれない。介抱しなければと思い、とりあえずすぐ近くの自分の部屋に連れて行くことに。彼女を引っ張り起こす。その時、スウェットのトップスの背中部分がめくれてしまった。そこに大きな火傷の跡があり、思わず息を飲む。社長を布団に寝かせて、濡らしたタオルを頭と足首に置いた。その間も、さっき見た彼女の火傷跡が頭にこびりついて離れない。社長が他の社員と温泉に入るのを断っていたのは、これが原因じゃないか？俺が見てしまってよかったのか？そう逡巡していると、社長が目を覚ました。ここは、ヒカルくん？気がつきましたか？社長、俺の部屋の近くで倒れてたんですよ。とりあえず、俺の部屋に連れてきたんですけど、変なことは何もしてませんので、なんとなく気まずくて、目をそらしながら状況を伝える。そんな俺の様子に首をかしげていた社長は、ふと自分の服を見下ろして、はっと顔を青くした。あなた、私の裸を見たのね。触ったの？自分の体を抱えるようにして、涙目で社長はそう叫ぶ。突然の言いがかりに、俺は慌てた。違います。触ってはいません。嘘。だってはだけてるじゃない。確かにトップスがめくれていて、社長の肌が見えていた。直しておくのを忘れていた。本当に違うんです。確かにめくれてしまいましたけど、運ぶときに思わずというか、なんというか、とにかく触ってません。そう。そんなに言うなら、触ってないというのは信じてあげる。でも、見たのね。あれを。返事をしない俺を見て、社長は唇を強く噛む。その涙目だった目から、ぼろりと雫が落ちた。私のこと、化け物だって思ったでしょ。彼女はそのまま、号泣し始めた。俺は困惑してしまって、何も言葉をかけられない。小さい頃に、家が火事にあって、この火傷ができたの。これを見て嫌な顔をしない人なんていなかった。友達も、彼氏だってこれを見たらみんな離れていったわ。だから誰にも見られないようにしてたのに。ワンワンと泣く彼女に、俺は自分の腕を強く握った。
彼女の秘密を俺はわざとではないと言え、知ってしまった。ならば、俺の秘密も彼女に教えるべきだ。社長、これを見てください。俺は袖をまくって社長に腕の火傷跡をさらけ出した。驚いた彼女は涙を止めて目を見張らせる。自分も社長と同じです。小さい頃に火事にあったというか、自分から飛び込んだんですけどね。足にもあるんですよ。ズボンの裾もまくり、そっちの跡も見せた。社長はそれを凝視する。さっきの態度は謝ります。社長の秘密をわざとじゃないと言え知ってしまったのが気まずくて、気味が悪いと思ったわけじゃないんです。俺もこんなですから偏見なんてありません。体に傷やその跡があったってなんだって言うんですか。社長を慰めるために放った言葉だったけど、自分に言い聞かせるようにしていたことは否めない。彼女は再び込み上げてきた涙をこらえるかのように、ぐっと口を結んだ。しばらくしてからそれをそっと開く。火事に自分から飛び込んだってどういうこと？誰かを助けるために飛び込んだとか？そんなかっこいいものじゃないですよ。だって彼女には、償っても償いきれないことをしてしまったから。思わず拳を固く握りしめる。ふと社長を見ると、彼女は呆然とした様子で俺を見つめていた。もしかして、まだ湯あたりが治ってないんじゃないかと思い、口を開きかけた。その時だった。ねえ、ヒカルくんって、昔、伊達っていう名字じゃなかった？なんでそれを？すると社長は、また涙を流し始めた。ただ今度のそれは、喜びのために流れたようだった。じゃあ、ヒカルくんが、あの時の男の子だったのね。ずっと探してたの。彼女は俺に抱きついてきた。いきなりの展開に、俺は心臓が爆発するかと思った。その時、彼女のズボンのポケットからキーホルダーが落ちた。それは、ところどころ焼け焦げた跡のある、飛ぶような格好をした羊が3匹連なっているものだった。ずっとお礼が言いたかったの。でも、私が退院して、あなたのお家に行ったら誰もいなくて、近所の人から聞いた伊達ヒカルという名前を頼りに探したけど、見つからなくて、抱きしめてくる彼女の熱と柔らかさに体を固くしながらも、俺は胸の内が曇っていくのを感じた。ゆっくりと社長を自分から引き離した。彼女はきょとんとして、涙に濡れた丸い目で俺を見上げる。お礼を言われる資格なんて、俺にはありません。さっきも言いましたけど、俺はあなたとあなたの家族に、償っても償いきれないことをしました。そんなことない。君は私を助けてくれた。私はずっと君のこと。あの火事は、父が原因なんです。胸を詰まらせながら、やっとのことで吐き出した。そんな俺の言葉に、社長は目を大きく見開く。退院後、母に聞いた話だ。あの火事があったクリスマスの日も、父と母は喧嘩していた。その末に、母は頭を冷やしてこいと父を追い出したらしい。いつものようにタバコを吸いながら歩いていた父は、大豪邸と呼んでもいいほどの、立派な彼女の家を見て、不機嫌が頂点に達した。むしゃくしゃして、吸っていたタバコを投げ捨てた。そのまま、その場を去った。それが原因で、あの火事が起きたのだ。謝ろうと思ったんです。何度も、何度も。でも、火事の原因の息子の、俺になんて、君はきっと会いたくないだろうと思いました。君に拒絶されるのが怖かった。だから会いに行けませんでした。君があの火事のせいで火傷を負っていたことも、それが原因でひどい目に遭っていたことも知らずに、俺は君に謝罪もしに行けないような、卑怯者なんです。俺は自分の火傷跡の残る腕を強く握った。すると彼女が、優しい手つきで、そんな俺の手をほどいた。あらわになった腕を、彼女はいたわるように撫でる。ヒカルくんのお父様の罪は、ヒカルくんのお父様の罪。私を2度も救ってくれたあなたを、拒絶なんてするわけない。2度という言葉に、俺は首をかしげた。すると彼女はニコリと笑って、落ちたままになっていた羊のキーホルダーを拾い上げる。今の私じゃ考えられないかもしれないけど、私あの頃病気だったの。それも、余命が1年しかなかったのよ。驚いて顔を上げる俺に、
社長はあの頃のことを語り始めた。社長は小さい頃は病気だった。そのせいで学校にも通えず、外で満足にも遊べない生活を送っていた。さらに、追い打ちをかけるように、余命があと1年しかないと知らされた。彼女はショックで塞ぎ込んだ。手術を受ければ治る可能性があることを知ったが、親に迷惑をかけてまで、助かる可能性の低い手術を受けることを拒否した。そんな時に見つけたのが俺だった。彼女が最初に見つけた俺は、日も落ちた暗い道をとぼとぼと歩いているところだった。学校で友達と喧嘩でもしたのかしら、と思っていたけれど、それから毎日窓から外を眺めるようになって、違うことに気がついたらしい。俺が彼女の家の前を通る時間がバラバラだったからだ。昼近くに通る日もあれば、最初に見た時みたいに真っ暗になってから通る日もあった。それはちょうど俺が学校をサボり出した頃だった。彼女もそれに気づいたらしい。なんで彼は学校をサボっているんだろう。家か学校で嫌なことでもあるのだろうか。そんな心配をしていると、俺が彼女に気がついた。彼女は目が合ったことにドキドキしながらも、今までずっと見ていたことがバレないように笑顔を作って手を振ってみた。すると、俺が慌てた様子で大きく手を振り返したもんだから、それがおかしくて思わず笑ってしまった。俺がそのことに気を悪くした様子のないことに安堵した。それからは俺が同じ時間に彼女の家の前を通るようになった。何気ない風を装っている俺を彼女は見透かしていた。彼女はそれが嬉しかった。毎日、名前も声も性格もわからない俺に会えるのを楽しみにしていた。どうやら俺が学校にきちんと通い、家にも日が落ちる前に帰るようになったらしいことを悟った彼女は、自分も彼のように前を向かなければと思った。病気に打ち勝って俺に会いたいと、そう願うようになった。両親に手術を受けることを伝えると、両親は泣きながら彼女を抱きしめた。そうして入院する準備をしていたその時期に火事が起きた。燃え盛る炎の中に取り残された彼女は、神というものがいるのならば、それはとっくの昔に自分を見放していたのだと、生きることを諦めてしまった。そんな私を、命を賭してまで救ってくれたのがヒカルくん、あなた。私にとってあなたは、二度も私の命を救ってくれた救世主。あなたのこの火傷跡はその証。隠さなくてもいいの。誇っていいのよ。愛おしそうに俺の火傷跡に触れる彼女に、俺は目頭が熱くなって、ボロボロと涙をこぼした。だったら、君の火傷跡だって勲章だ。その背中の火傷、俺が階段から落ちて気絶した時、炎から俺をかばってできたものだろう。君がかばってくれたおかげで、俺は全身を火傷せずに済んだ。もしそうなっていたら、俺は今ここにいないかもしれない。それに、俺は君とのあの言葉のない交流のおかげで、ちゃんと学校に通えるようになったんだ。君の方こそ、俺を二度も救ってくれた救世主なんだよ。うつむきながら涙を落とす俺の頭を、彼女が自分の胸にゆっくりと引き寄せた。彼女のその包み込んでくれるような優しさに甘えて、俺は思いっきり泣いた。気が済んで顔を上げると、目を真っ赤に晴らした彼女と視線がぶつかった。ヒカルくん目が真っ赤。社長こそ。社長なんてやめて。メイって呼んで。メイ。社長、元井メイは嬉しそうに微笑んだ。今の会社を立ち上げたのはね、そりゃもちろん世のため人のためっていうのはあるけど、会社名とロゴを見てあなたが気づいてくれないかなって思ったの。寝具を扱うようにしたのは、どれだけ辛いことがあっても一日の最後、寝るときは幸せな気持ちになれるようにって思って。そうだったのか。それには気づかなかったな。そうなの？メイはがっかりしたようで肩を落とした。けど、すぐに気を取り直したようで、俺の手を取った。私、ずっと昔からあなたのことが大好き。これからもずっとあなただけを愛すると誓う。熱を込めた目でそう言われてしまってはたまらなかった。今まで火傷跡のせいで何度も嫌な目を見た。友達からも恋人にでさえ、この後を見られると気味悪がられ、傷つく言葉を吐かれた。友達なんてもう作らない。
恋なんてもうしないと固く誓うほどに。だけど、彼女となら、そんな期待が頭をもたげる。本当に、俺なんかでいいのか？当たり前でしょ？私の救世主さん。メイは俺の腕に自分の腕を絡めて、頬をすり寄せた。俺はまた涙がこみ上げてきたので、それを見られまいと彼女を抱きしめた。翌朝の早い時間に、俺は温泉に入った。名刀と歌われるだけあって、何度入っても気持ちいいものだ。同じ時間に入りに来ている客が、薄気味悪そうに俺を見ていたけど、もう気にならなかった。旅館から貸してもらえる浴衣を着て、部屋へと続く廊下を歩いているところで、一戸たちに遭遇した。彼らは、これから温泉に行くところらしい。あれ？なんだお前。今の時間に温泉行ったのか？じろじろと、俺の腕のあたりを眺めていた一戸が、袖からわずかに見えていた火傷跡に気づいたらしい。俺が止める間もなく、素早く袖をまくられた。途端に顔をしかめる。うわ、なんだこれ。絶句した様子の一戸に、取り巻きたちが何事かと、俺の腕を見て、同じ反応を取った。何してるんですか？ちょうどその時、事務部と製造部の女性社員たちがやってきた。ああ、これ見ろよ。いや、見ない方がいいか？こいつ腕にグロテスクな火傷跡があんの。一戸、こいつ反対の腕にも跡があるぜ。足にもだ。両足とも。マジかよ。化け物じゃん。一戸と取り巻きたちが、意地悪そうに、俺の火傷跡を嘲笑する。女性社員たちは、見ていいものかと、俺から視線を外しつつ、お互いに顔を見合わせていた。だったら、私も化け物ね。女性社員の間を割って、こちらに近づいてきたのは、メイだった。浴衣を着ていたからか、一戸が頬を染めるものの、先ほどの彼女の言葉に困惑を隠せないようだった。そんな一戸を置いて、メイは俺の隣に立つと、俺の腕を取った。私は幼い頃に火事にあってね。それを助けてくれたのがヒカルくん。この火傷跡は、その時にできたもの。そして、私にも同じ跡が背中にあるの。見る？一戸は顔を赤くしたり青くしたりした後、首を横に思いっきり振った。そんな一戸に、メイは不敵な笑みを浮かべる。彼が化け物なら、同じ火傷跡のある私も化け物よ。どう？同じように私のことも笑えるかしら？一戸と取り巻きたちは、ひるんだような表情を浮かべた。そんな一戸を押しのけて、俺の前にやってきたのは一人の女性社員だった。彼女は俺の腕をじっと見つめてから、一戸たちに顔を向ける。一戸くん、これのどこがグロテスクなの？痛々しいな、大丈夫かなって思うだけで、全然化け物なんかじゃないよ。すると、他の女性社員たちも、俺の腕を見にやってきた。そして、確かに一戸くん言い過ぎ、大げさと、口々に一戸に向かって文句を言う。そんな女性社員たちに毛をされるようにして、一戸たちはすごすごと部屋に戻っていった。彼らの後ろ姿を睨みつけていた女性社員たちは、次の瞬間には俺を振り返り、やじ馬根性むき出しのキラキラとした目で詰め寄ってきた。ムツさんって、社長と幼馴染だったんですか？火事から社長を救ったなんて、すごい、かっこいい。やけど跡も大したことないと言われた上に、そんな風に褒められて、俺は嬉しいような恥ずかしいような気持ちになり、顔に熱が溜まる。ちょっと、みんな近い。それに、ヒカルくんのかっこよさを今更再認識しても遅いんだからね。メイが唇を尖らせると、女性社員たちは顔を見合わせた。それから、にやりと笑みを浮かべる。なるほど。お二人はそういう。お似合いですね。じゃあ、私たちは部屋に戻りますね。あとはごゆっくり。そう言い置いて、彼女たちはさっさと温泉へと向かってしまった。俺は、彼女たちの察しの良さに唖然とする。そんな俺の腕に、メイがスルリと自分の腕を絡ませる。じゃあ、お言葉に甘えてゆっくりしようか。いたずらっぽいその笑みに、俺はドキドキが止まらない。二の腕に彼女の柔らかいものが当たっているのも、鼓動を早くするのに一役買っている。散歩！ゆっくり外を散歩しようか。上ずった声でそう提案すると、メイは頬を膨らませた後、
まあいっかと肩をすくめた。暑さ寒さも彼岸までというくせに、彼岸を過ぎても猛暑は続いていた。そんな気温に辟易しながら、俺は冷房の効いたオフィスに戻って一息ついた。外回りお疲れ様。今日も暑いね。事務部の子が俺に向かって持ち歩きできる扇風機を向けてきた。非常に涼しい。ありがとう。俺はもういいよと伝えるように軽く腕を上げた。何にも覆われていないその腕には、くっきりと、火傷の跡が残っているが、事務部の子が気にする様子はない。いやー、いつ見てもかっこいいね、その跡。それどころか、そんなことを言ってくる。慰労会での一件以来、俺の火傷跡を理解してくれる人が徐々に増えていて、差別をする人が周りからいなくなってきていた。大変過ごしやすい職場になってきている。むつ、不意に俺を呼んだのは一戸だった。周りの取り巻きたちと少々気まずそうな表情を浮かべている。どうした？取引先と何かあったか？いや、違う。今まですまなかった。一戸と取り巻きたちが一斉に頭を下げる。その殊勝な態度に驚いたのは俺だけじゃなかったみたいで、事務部の子たちが驚嘆の声を上げたのが聞こえた。俺、社長が好きでさ。だから嫉妬心と、それからプライドもあって、高卒のお前が社長に気に入られているのが気に食わなくて。けど反省した。これからはもう今までみたいな態度は取らない。お前は営業部のリーダーも、社長の恋人としてもふさわしい男だよ。一戸の言葉に取り巻きたちが深くうなずく。正直、一戸たちからも理解を得られることができるとは思っていなかったから、妨害の喜びを感じた。いいよ。これからも良き仲間、良きライバルとして、スリーシープを盛り立てていこう。手を差し出せば、一戸はしっかりと握り返してくれた。オフィスに拍手が湧き起こる。そこにメイが現れた。盛り上がってるところごめんね。ヒカルくんにお客様だよ。俺にですか？一緒に来て。取引相手だろうか。と首をかしげながら、メイの後ろをついていく。応接室のソファーに座っていたのは、スーツを身にまとった父だった。思わずメイを見るが、彼女は、ではごゆっくりと言って、部屋を出て行ってしまった。仕方なく、父の正面に座る。久しぶりだな、ヒカル。ああ。父に会うのは本当に久しぶりだった。母が、あんな犯罪者とは会わない方がいいと言うから、あの火事の日以降、父に会わなかったのだ。父は俺の腕をちらりと見た後、頭を下げた。ヒカル、本当にすまなかった。俺のせいで、お前にはどれほど迷惑をかけたか。返す言葉に迷っていると、父は顔を上げた。あの社長さん、あの時、お前が助け出した女の子なんだってな。向こうから教えてくれて、もちろん謝った。謝って許されることじゃないと分かっている。俺は本当に最低なことをした。だから、罵倒でも何でも受けるつもりだった。お前に会えずに追い出されることも覚悟した。でも、彼女は許してくれた。とても優しい人だ。目に涙を浮かべる父は、カバンから一枚の名刺を取り出して、俺に渡した。そこには、株式会社慈徳取締役、伊達博士と書かれていた。本当は、もっと早く謝りたかった。だけど、お前に罪人だとなじられるのが怖くてな。せめて、きちんと就職して、お前が誇れるような立派な人間に更生してから、謝りに行こうと思った。それを糧に奮闘して、先日やっと今の会社の社長から子会社の一つを任されるようになったんだ。本当にすまなかったな。そうこぼす父に、俺は首を横に振った。確かに、父さんのことは恨んだよ。父さんがあんなことをしなければって何度も。時間が経って恨む気持ちは薄くなったけど、今だって許せない部分はある。でも、メイが許したんなら、俺も許す。だからもう、謝らないでくれ。そう言うと、父は喉を詰まらせて泣いた。父を見送った後、メイのいる社長室に向かった。ノックをすると、どうぞと声がかけられる。メイ、父さんを許してくれてありがとう。
礼を言えば、メイはふふっと笑みをこぼした。いいのよ。だってさ、自分のことを恨んでいる子が義理の娘になるなんて気まずいでしょ？俺たちは秋頃に籍を入れる予定だった。さっき会った父にも、それはもちろん伝えた。父さん喜んでた。号泣してたよ。よっぽど嬉しかったんだね。私も嬉しい。頬をほんのりとあからめるメイのそばに行き、彼女の手を握る。メイが俺のそばにいてくれるなら、俺はこれから先、この火傷後の事情を知らない他の人から変な目で見られても大丈夫だ。私も、ヒカルくんと一緒なら、どんな辛いことだって乗り越えられるよ。メイは俺の手を握り返し、祈るように自分の額に引き寄せた。人はお互いに時に救い、時に救われながら生きている。そうやって支え合うことで、幸せな未来を手にすることができるんじゃないだろうか。自分はたくさんの人に支えてもらって、ここまでやってこれた。そのことを忘れず、支えられている分だけ、俺も支え返せるように真摯に生きていこうと思う。